こんばんは。私の声を聞いてやってください。もう秋なんですね。この音色を聞いていて、ただ眠っていきますよ。心爽やかになり、本当にいろんなこのコオロギが鳴いてます。もうそのうちに聞かれなくなるでしょう。いろいろとその中でもコオロギの中でもよくこの音でもまたエンマコオロギの鳴きとか普通のコオロギがいますし、キリギリスとかいますし、本当に賑やかな自然的な演奏会なんですね。普通だったら演奏会とかそういうところへと行けばお金もかかっていますね。たとえ5000円とか1万円とかかかりますね。仮に電車に乗ったら電車代、それから駅から降りてバスで会場へと行ったりやりますね。それによってまたバス代もいりますね。例えば言いますと、三重県で言いますと、私が住んでいるところから津駅まで行くのに本当に大変です。中川で乗り換えて、それで津へと行きます。その間に時間なんかありますね。例えば乗らなければならないし、時間待ちもありますし、そこで津駅に住み着きますね。そしてなんと県の博物館と
とか県の文化とか建物があります。それはなんて広いでしょうか。そこには行くのにはバスもあれば、ただバス代がかかりますね。それでまあ歩いたらだいたい20分前後はかかります。本当に大変なことですね。そこでチケットをかかったり、いろんなことをしていますと、本当に時間が経ってしまいます。一応娘の声を聞いてやってください。演奏会です。秋の風物なんですね。これが本当に冬の近くになってきたら、もう10月の末とか11月末、時々には電車の声も入ります。ここは線路が、道が間近にあります。本当に聞いてみても楽しいですよ。どうですか？聞いていて楽しいでしょう。心の中まで響き渡るのではないでしょうか。大都会に住んでいる方とか、都心で住んでいるとかいう方々は本当に悲しいですね。こんなにいい自然があるのに、ただ働いて、やはり亡くなる方もいれば、年を取ってからはやはり旦那のふるさとへと帰っていく方もいます。東京へと中学校の時に出て行った方々が、やはり自分の生まれたふるさとへと帰ってくる方もいれば、そのまま都心に住んだり、千葉県とか各県に住んでいますね。
本当にそれはそれでいいんですけれども、旦那のふるさとなんか行った奥さんらはちょっと大変だと思います。私の知り合いでやはりその中で東京のど真ん中で働いて自分らで子供たちは東京で育ったんだから東京でおりますと言ってますが、それでもう定年退職して今度は自分のふるさとで過ごしたいと言って帰ってこられた方がいます。おかげさんで団地があります。団地の方で土地を買い家を建てたり建売りを買ったり、それとも業者に頼んでほんの小さなうち老夫婦だけなのでそんなに大きな家はいらないということなんですね。そうして自然の中でこういうきれいな音色を聞きながら生活をされています。それでもう高評価とチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。今日は本当に最後まで見てくれましてありがとうございます。ではまた。さようなら。